はい、今回の市場レビューは BMW の主力セダン新型5シリーズ乗ってきましたのでご紹介したいと思います。もうですね、進化がすごい。それでは行きましょう。はい。ということで、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車使用好きリーマンチャンネルです。今回は BMW の新型5シリーズ試乗ということで、こちらの車両はですね、電気自動車である i5 eDrive 40になりますけれども、BMW はこの同じプラットフォームでガソリン、そしてディーゼルの展開もしていますので、この見た目、そしてこれからご紹介するこの内装でBMW のエンジンも楽しめるというラインナップになっているのがいいですよね。そして以前ご紹介した内外装でもお伝えしましたが、写真で見るよりですね、新型5シリーズは実物かっこいいと思います。フロントのキドニーグリルもやりすぎない程度に存在感がありますし、サイドからこのリアにかけてもなんか先進的な雰囲気が漂っているので、まさに新世代となった BMW の上級セダンだなと思いますね。そして今から試乗していきたいと思いますけれども、この内装の進化がすごいですよね。こちらですね、外観以上に先進性が増しているなと思います。まずドア内装ですけれども、こちらも質感高いなと思いますね。そして全体見ていくと、新形状のステアリングから BMW カーブドディスプレイが上に広がっていて、このですね、アンビエントライトがライン状になっているのは新型7シリーズと同等となっているんじゃないかなと思いますね。そしてシートの方は穴開きのパボーテッドレザーで、さすが BMW なのでしっかりした手触り、ちょっと硬めかなと思いますけれども、そこがいいですよね。そしてシフトノブ関係はレバーが廃止されてつまみタイプになっていますが、さすが上級なのでクリスタル仕様になっていますね。そしてこの i5 なので電源を入れた時にドゥーンと立ち上がる音はしますけれども、それ以降は無音、非常に静かです。今走り出しましたが、もうウルトラスムースっていう感じですね。やっぱりこの EV は、特にドイツ系の EV に乗るとですね、非常に加速がスムーズだなと思います。これはどの車に乗ってもそうですけれども、この新型の BMW5 シリーズもその例に漏れずにスムーズだなと思いますが、続いてですね、加速がですね、やっぱりすごい。やっぱりすごい。駆け抜けちゃいますね。やっぱり運転した時のこのフィーリングいいですね。 BMW のセダンはだから好きなんですよね。当然ですね、電気自動車 BMW i5 なのでエンジンは搭載してないんですけれども、走りの音としてこのエレクトリックサウンド搭載されているので、加速とともにですね、盛り上がっている感じは演出されるんですね。そして何よりですね、このエンジンがないからといって BMW の乗り味が変わっているかっていうと、そうではなくてですね、このコーナーを曲がる時のステアリングを操作した時の車との一体感であったり、足回りの設定がですね、もう柔らかすぎずですね、きちんと路面の情報を伝えてくれるんだけれども、決して乗り心地が硬すぎないっていう、もう BMW らしい、しかもですね5シリーズらしい乗り味を実現しているなと思いますね。ここら辺やっぱりですね、3シリーズのバッチリとしたスポーツセダンの乗り味っていうよりは、5シリーズのスポーツとラグジュアリーの両立っていう感じの乗り味を私は感じますね。いやでもこれ皆さん強く言いたいんですけれども、おそらく電気自動車なんで日本で人気出てないと思います。日本で人気はないんですけれども、車としての完成度であったり乗り心地、そしてガソリンエンジンとは違うまた世界観という意味では非常に完成度は高いんじゃないかなと思いますね。私乗っていて非常に楽しいです。だから充電がとか航続の距離がっていうのは当然あるんですけど、乗ってみるとやっぱりこれはこれでいい世界観だなって思いますよね。だから
買わないはもう別にしてですよ、もう車好きとして皆さんにお伝えしたいのは、一回乗ってみるのはありかなと思います。この表現もですね、今モードを変えてるんですけれども、走行モードでいろんな表情、音の演出も変わりますし、乗り味もアレンジがされてくるわけですよね。だからこういったのは1台で1粒も2粒も美味しい車になっているんじゃないかなって思います。それにしてもですね、やっぱり BMW の5シリーズといえば主力の上位グレードセダンということで、スポーツとラグジュアリーが両立されているなと思いますね。本当にこの乗り味がですね、やっぱ3シリーズとは違う世界観演出されていますし、ただですね、ちょっと今スポーツにして踏んでみますけれども、単なる高級車じゃないんですよね。やっぱり BMW なんで、踏んでいった時にもう力強い、めちゃくちゃ加速がすごいですね。やばい。この電気自動車特有のワープしちゃう感覚がやはりこの BMW の5シリーズ i5 にもありますね。これはやばい。気持ちいいですね、一言言って。やはりですね、この先ほどの加速とサウンド、そして体感のフィーリングですね。これはガソリンとかディーゼルの例えば 523D とかのモデルではちょっと感じられない世界観になっていると思います。この i5 だから感じられるこのフィーリングですね。これをですね、いい悪いは抜きにして、当然 523D も非常にいい車なんですけれども、この i5 のこのですね、立ち上がりの鋭さとトルクが一気にマックスまで出る電気自動車特有のフィーリングがやはり素晴らしいというか、電気自動車と車の相性が面白いなっていうのを感じられる瞬間ですよね。結構ですね、オーナーさんの話を聞いていると BMW を所有されている方は結構車2台稼働の方多いですね。都内とかじゃなければですけれども、とするとこの i5 とか乗りたいこのセダン系の車を乗っていて、もう一つは中型か少し大型のミニバンのファミリーカーを所有しているという車構成であればですね、例えばこういう電気自動車ですとか、スポーツカーみたいな面白い車を選んでおくっていうのができたらすごく贅沢ですよね。感覚も広がりますし、経験も変わると思います。そういったことがですね、できるんだったら電気自動車の選択肢が今広がるかなと思いますね。車ですね、1台だけのご家庭で電気自動車を選ぶっていうのは正直なかなか難しいと思うんですよね。ここは嘘をつけないので、一ユーザー、一車好きとして正直に言いますけれども、1台であれば電気自動車は難しいとしても、もし2台稼働ですとかそういった使い方ができるのであれば、1台をこのタイミングで電気自動車を選んでおくっていうのはなくはないんじゃないかなと思いますね。私もですね、今マンションの住まいですけれども、マンションに充電環境があれば1台は電気自動車を選んでもいいかなというふうに感じてます。ないので選べなくて車2台稼働なんですが、どっちともガソリン車なんですけれども、そういったですね、一軒家のご家庭であったり、最近増えつつあるマンションでも充電箇所がついている、場所であればですね、電気自動車、この i5 であったり、i4 もありますけどね、そして iX1 とかそういったの選べるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回は BMW 新型5シリーズの i5 お届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。コメントなどで教えてください。では良いカーライフを。